先生と会うの、今日はどんな口実だっけ。春の終わり、いつもみたいに横浜駅の近くで先生を待つある晴れの日、ちょっと個性的な色の水をした川を見下ろしながら、私は2年前の雨の日を思い出す。何時に来るか分かんないんだよね、先生。待ち合わせ時間決めない私が悪いのかもだけど。何？ねえ君、雨の夜に一人で座り込んで何してるんですか？ほら、傘入って。もうびっしょり。これじゃあ風邪ひいちゃいますよ。いらない。私のクラスの立花さんじゃないですか。土曜日の夜じゃなくても中3の女子が出歩く時間じゃないですし、一緒に駅に行きましょう。ここ治安いいよ。そうは思えませんけど。中学生だって言ったらみんな去ってったから。ちゃんと法治国家。たまたま変な人に会わなかっただけですよ。思春期も大概にしてほしいという感じと生徒の前だった。とりあえずうち来てください。近くなので。ちょっと掴まないでって。死の子の言わずついてきなさい。有無を言わせないはっきりした声、触れた手のぬくもり、先生からふわりと香った甘い匂い。私はつい抵抗するのをやめていた。これはきっかけの話。よくある痛々しい通り雨みたいな初恋のお話。先生の家に連れてこられた私はシャワーを浴びて、濡れた服の代わりに先生のパジャマを借りた。はい、カフェオレ。新宿の喫茶店で豆を買ってみたんだけど美味しいよ。ブラックでもいける。そういうのいいよ。中学生なんだからおとなしくカフェオレ飲んで。苦っ。ああ、ミルクは入れたけど砂糖はまだだった。ミルク入れて苦いんだからブラックじゃなくてよかったね。ってそんな目で見ないでよ。ちょっとからかっただけでしょ。はい、お砂糖。やっぱわざとじゃん。っていうかさっきから先生、学校と口調違う。ああ、忘れてた。まあいいでしょ。自分の家なんだからさ。好きにすれば。そろそろ何があったのか先生に話してほしいけど、30分もだんまりのままじゃどうしようもないね。それ飲んだらタクシー呼ぶから帰ろっか。一応私からご両親には連絡しておくから。嫌だ。それ私には関係ないよ。わかる？わかんない。うちに連れてきたのは一時的な保護、つまり仕事の延長。残念ながら
教師っていうのはプライベートでも教師であることを求められるの。じゃあ連れてこなきゃよかったじゃん。いい？君を無視してたら私の社会的な立場がなくなるってこと。で、子供の君を家に帰さず連絡もしなかったら大人の私は誘拐犯、未成年略取ってやつだよ。あなたの事情があるように私の事情もある。私は先生である以前にずっと大人としての対応をしてるだけ。大人の事情なんてわかんない。じゃあ子供はお家に帰るべきだね。だから帰りたくないんだって。だったら私にどうしてほしいの？わかんないよ。でも私に傘をくれたのは先生だけだったから。だから先生しか頼れない。いちゃダメ？ここにもうちょっと。仕方ない。いいよ。とりあえず朝までね。うん。外で会う先生は学校で見る先生と全然違うんだなって思った。この後先生はベッドを貸してくれて、私は横になることができた。人の枕じゃ寝れないと思ってたけど、慣れないシーツの匂いに包まれてるうちに眠りについた。あったかい。わかんない。お父さん、嘘だったの。これまでの全部、信じられない。最低だよ。お母さん、私の居場所ってどこなの？今日も雨だ。外に出るのが億劫になるね。日曜でよかった。引きこもれるし。はい、カフェオレ。今度はちゃんと砂糖入ってるから。うん。うなされてたね。嫌なことでも思い出した？言いたくない。そっか。ま、お父さんとかお母さんとか上ごとで言ってたのは黙っててあげる。聞いてたんじゃん。最悪。中学生の家出の原因なんてだいたい家族関係だからね。経験上親御さんも 2,3 日は様子見すると思うよ。経験上？うん、よくあること。さあどうする？それ飲んだら帰る？もう少し痛い。まだ帰りたくない。だからいさせてください。ここにもう少し。わかった。いいよ。いいの？それ以外に聞こえた？うん。でも長くて3日。さすがにそれ以上はダメだよ。捜索願いとか出されると私も困るし。何より親御さんに合わせる顔がなくなる。うん。じゃあはい朝ごはん。まだ痛いって言うだろうなと思ったから2人分作っておいたよ。簡単なハムエッグだけど。ありがとう。いただきます。
ごちそうさま。はいどうも。美味しかったです。お世辞どうも。無理して言わなくてもいいよ。微妙だったでしょ。ちょっと失敗しちゃった自覚あるし。うん。そこ肯定するんだ。正直で結構。ま、仕方ないでしょ。料理し始めたのなんて最近なんだから。意外。大人になると自然と料理できるようになると思ってた？残念でした。やんないことはできない。ただ年を重ねるだけ。別に思ってないし。嘘だね。だって私思ってたよ、中学生の頃。料理だけじゃない。洗濯も掃除もどっちも必要に迫られたから料理よりマシだけど。さてと、一服一服。ああ。いいよ、気にしないで。ご両親は吸うの？お父さんは昔は吸ってたらしい。なるほどね。いいよ、換気扇行くから。まあ電子タバコだから匂いはつかないよ。さてと、ビールビールだ。朝から？休みなんだから好きに過ごしていいでしょ。うちにいてもいいけど私の休日の邪魔はしないでよ。意外。何が？タバコ吸うのもお酒も喋り方も学校での先生と全然違う。もっとちゃんとしてる人かと思ってた。ああ、そうだろうね。喫煙室は外から見えないし、君たちの前で酒を飲むことなんてないしね。残念ながら家の中なら私は教師じゃなくて下月美玲なんだ。どうしたの？幻滅した？別に最初から何も思ってないし。だろうね。見てればわかるって睨むなよ。違う、冷めた顔。なるほど。そして夕方になって8本目のビールを飲み終えた先生はお風呂を沸かしているうちに寝てしまった。このままお湯を捨てるのももったいないから私はお風呂を借りることにした。ああ、ごめんごめん。そういえば君がいたんだった。私もう服脱いじゃったから入っちゃうよ。いいよ、出てくから。いいじゃん、一緒に入ろうよ。ちょっと酒臭い。ずっと飲んでたじゃん。いやさ、久々に持ち帰りの仕事がない休日なんだ。酒飲みながら動画見るのが最高の癒しなんだよ。思ってたのと違う。大人の休日ってもっとこうなんかさ、現実を知れて一歩大人になったね。それって大人なの？わかんないんだけど。ビールのうまさを知ってりゃ大人だよ。苦味と一緒に人生の酸いも甘いも飲み込むんだ。カーッとね。それ何味なの？だいたいお酒飲んで湯船に入るのって危ないでしょ。よく知ってるね。別に。あれ、カラーシャンプー？美容室行く時間もないから家で染め直す時もあるんだ。抜けやすいんだこの色って染めたことないと分かんないか。だって高速。確かに。じゃあ大人になってからだね。また大人ってそればっか。いやー、君はスタイルいいし
何より顔がいいんだから派手な色にしても似合うと思うけどね。いっそ銀とか。どうした？本当に似合うかなそれ。本気にしたんだ。ひどい。ごめん、すねないでよ。嬉しかったんだもん。なら本気にして構わないよ。似合うと思ったのは本当だから。卒業して大人になったら見せてよ。もう知らないし、いきなり褒めないでよ。なんでもない。明日からまた仕事だし、もう寝るよ。まだ帰りたくなかったら明日まではうちにいてもいいから。明日の夜になったら帰るんだよ。送ってあげる。わかんない。先生、ソファーでいいの？月曜日はソファーの方が朝起きれるんだ。だからベッドは使っていいよ。わかった。ありがとう。ねえ、先生は私の家出の理由聞かないの？言いたいの？だって止めてもらってるんだし。言いたければ言えばいいよ。無理して話すことじゃないし、無理に聞きたくもない。君を止めるってのは私が自分で決めてるんだから、気にしなくていい。じゃ、おやすみ。先生。先生、寝た？起きてるよ。なんだ、寝たのかと思ってた。寝てるよ。寝てる。私、お父さんと血がつながってなかったんだ。これまでの思い出とか過ごしてきた時間とか全部嘘なんじゃないかって不安になった。私が家にいていいのかわからなくなった。親にとって私は邪魔だったんじゃないかって。私がいるから二人はあれ、変だな。悲しいとかそういう話じゃなかったのに。続けて。楽しそうに笑うお母さんとお父さんの姿何度も見てきた。なのにずっと二人は先生。やっぱソファーは寝心地悪くてね。ほら、ギュッとしてあげる。泣きたい時には泣いていいんだよ。ね、もっとこっち来な。我慢しなくていい。今は大丈夫だよ。
花は偉いね。自分の気持ちに嘘つかないのってなかなかできることじゃないよ。私にはできなかったこと、私もこうしてほしかったんだろうな、きっと。私は学校行くけど、立花は好きにしな。分身置いてくから、私だと思って。うん。あれ、9時。先生はもう学校か。何このペンギンの縫い。分身ってこれ？変な人。私が学校をサボってることを先生は咎めなかった。期限だった3日はとっくに過ぎて、もう水曜日になっていたのに。先生はさ、私を最初に止めたあの夜、どうしてあんなところにいたの？あんなところ？だってあそこってなんかそういうホテルとか。立花ってそういうの気になるんだね。ませてんじゃん。そういうのじゃなくて。5日前だから土曜日の夜、バーに行ってただけだよ。あの辺通ってるバーがあるんだよ。フードもちゃんと美味しくてさ。誰かと行くの？やっぱ気にしてんじゃん。してないし。よく一人で行くんだよ。ビール飲みながら食べるスープカレーが絶品でさ。そっか。って聞いてる？聞いてるよ。スープカレー好きなの？もしかして。いや、嫌いじゃないけど、そういう話じゃなくて、なんでだろう。自分でもわかんない。煮え切らないの。ああ、明日はカレーもいいな。さて、シャワー浴びるかな。ね今度はどうしたの？神妙な顔して。え、先生はさ、私に帰れって言わないんだね。もう5日も泊まってるのに。私を止めたら誘拐犯、未成年なんとかって言ってたのに。私がいていいって決めたからね。帰ったら誰かいるってのは悪い気しないしさ。だから満足するまでここにいな。ありがとう。学校と違っていい加減な人なのかなって思ってたけど、先生って優しいんだね。妙に素直だね。普段からその感じでいた方が可愛いと思うよ。子供っぽいってこと？そうは言ってないでしょ。立花も今の方がいろんな顔を見せてくれるね。この時私は満足するまでいていいって言葉を無防備に受け入れてた。自分の居場所だと思い始めてた。そして気づけば先生の家に上がり込んでから
2回目の日曜日を迎えていた。先生はまだ寝てる。そうだ。立花？おはよう。おはようって朝ごはん？立花が？いつも作ってもらってるから。今日は俺。ふーん。じゃ顔洗ってくるよ。もうちょっとでできるから。やっぱいいよ、食べなくて。言ってること違うけど。いいの。いいじゃん。立花の料理食べてみたいよ。美味しいよ、このスクランブルエッグ。やっぱ料理は味だよ、味。それ目玉焼き。前言撤回、見た目も大事。でも美味しいっていうのは嘘じゃないよ。お世辞どうも。それ誰の真似？まったく。はい、食後のコーヒー。ねえ、そういえば先生って何の教科の担当だっけ？美術だよ。って担任の教科だよ。今までどれだけ興味なかったんだ。別に先生だけじゃないし、学校の人たちに興味ない。まあいいけどさ。先生はなんで美術の先生になったの？興味あるの？先生のこと知りたくなった。そっか。大した話じゃないよ。うちの父親は画家でさ、私は子供の頃から父親みたいになりたいって憧れてた。でも私は何やっても父親と比較される。しかも中途半端に才能があって中途半端に絵が描けちゃうから諦めることもできなかった。父親は絵に嘘はつけない人だった。家族でもね。だから何度も筆を折ることを勧めてきた。父親の味方ばっかする母親と喧嘩して家に居場所がなくなって友達の家に転がり込んだこともあった。そっか。だから経験上って言ってたんだ。よくあることだよ。忘れてくれ。とにかく画家って職業で食べていくことはできなかったけど、絵を描くのはやめなかったから美術教師って職業に就くことができた。そっか。すごいんだね、先生。今の話にすごい要素あった？小さい頃からやりたいことはあったんでしょ？ああ、確かにそういう考え方もあるね。そうだよ。私何もないから、そういうの。ならこれから何にでもなれるってことだね。何それ、ドラマの先生みたい。ドラマのは余計。だって学校で先生がそういうこと言ってるの聞いたことないし。一理あるな。ねえ先生、
ミルクとお砂糖を入れて。やっぱ苦かった。言うと思ってた。でも今日は私もカフェオレにしようかな。どうして？本当はブラックより甘い方が好きなんだ。立花と同じ。じゃあ最初からそう言えばよかったじゃん。大人になるとかっこつけたくなるんだよ。何それ。先生のこともっと知りたいな。仕事のこと？プライベートのこと？好きなものとか嫌いなものとか何でも。恋愛とか？恋愛って言っても最近は仕事で忙しかったし別に。じゃあ昔の、例えば初恋とか。初恋か。大したドラマもないよ。中1の頃父親のアトリエに出入りしてたお弟子さんみたいな人がいてさ、まだ小さい私にもよく挨拶をしてくれてた。別に特別容姿がいいとかじゃなかったんだけど、バルビゾン派の話で盛り上がってさ、若かったのかなあん時。やっぱいい。なんだ、乗ってきたとこなのに。いい。本当に？こんなの生徒にはなかなかする話じゃないのに。聞きたくなくなったの？どうしたの？急に。わかんない。いいの。コーヒーごちそうさま。この日私は夜までずっともやもやしてぐるぐるした気持ちの行き場がなくてふて寝した。気にしたこともなかった換気扇の音、シーツの毛羽立ち、電子タバコの匂い、どれも私をイガイガした気持ちにさせた。眠くない。カフェイン取らなきゃよかった。あれ、なんで私こんなにイライラして。なんでだろ恋愛とか？これってまさか。ほら、傘入って。ミルク入れて苦いんだからブラックじゃなくてよかったね。立花ってそういうの気になるんだね。似合うと思ったのは本当だから。ほら、ギュッとしてあげる。泣きたい時には泣いていいんだよ。もしかしてきっと。初恋か。そっか。私先生のことさ、夕飯にしようか。今日はデリバリー頼んじゃおうかな。立花、ビール飲む？私未成年だよ。いいの？日曜日だし、うちは違い保険ってことで。じゃあ飲む。嘘、ダメに決まってるでしょ。ビールの味を覚えたら戻れないよ。苦いからダメか。ムカつく。じゃあさ、なんで今朝からふてくされてたのかお姉さんに話してみなよ。何それ。私のことなんで子供扱いするの？電気のじゃないんだ。Yes、ノー電気。どっちなのそれ。
そういう気分なの。禁煙おしまい。もともと吸ってたじゃん。あれは別。子供みたい。そう、子供なんだよ、私も。大人とかなんとか言ってたの、あれ全部嘘。ずっと思春期。子供と大人の間、薫と同じ。無理があると思うんだけど。要は素直だから子供って単純な話じゃないの。何の話？まあいいから聞きなさいな。うん。人ってさ、いろんなことを知れば知るほど余計なことばっかり考えちゃう。これを言ったら傷つけるかもとか、傷つけられるかもとか、後が面倒だから言うのやめとこうとか、いろいろ。わかるよ。でしょ？同じだ。先生も言えないことあるの？あるし、あったよ、たくさん。本当に？私の父親の話したでしょ？美術かじってるだけあってさ、大人になって父親の凄さが分かってきた。厳しさの理由が分かってきた。感謝の気持ちも。でもそれを伝えようとした頃には死んじゃってた。心臓の病気があったらしくて、突然。大学出てすぐの時だから5年くらい前かな。そうなんだ。その時気づいた。私って子供だなーって。それで一生自分が子供のままなんだなーとも。どうして？大事な時にふてくされないで言いたいこと言えるのが一人前の大人。私はお父さんにありがとうって言い損ねちゃった。だからずっと子供。大事な時に踏み出せなくて手遅ればっか。そっか。先生でもそうなんだ。だったら私大人になれるのかな？知らない。ここでそれ？そりゃ私にもわかんないよ。あとは薫次第でしょ。うん。私ならいつでも話聞いてあげるからね、薫。うん。あのね。何？そのさ。話して。好き。ん？私先生のこと好き。聞こえなかった？私先生のこと好きって言ったの。どうして？わかんない。でもなんか先生と話してたら気持ち溢れてきて止まんなくなって。その好きってどういう意味？わかんない。でも友達とかそういうのじゃないと思う。初めての感じ。だから意味とかそんなのわかんないよ。でも好き。それだけはわかった。ようやく。私先生のこと好き。それだけ。そっか。で、立花、君はどうしたいの？
わかんない。そっか。一個言えるとしたら、橘のそれは恋じゃない。困ってる時に助けてもらって、寂しい時に一緒にいてもらって、勘違い、あるいは気の迷いってやつだよ。ちょっと冷静になろっか。夕飯、やっぱ買ってくるよ。デリバリーだと手数料とか高いしね。平静だし、気の迷いじゃないし、勘違いじゃない。恋だよ。嘘みたいに言わないで。私の気持ち、嘘にしないでよ。気の迷いなんかじゃないのに。気持ちの整理なんて待ってくれずに、二人の時間が終わる時が来た。インターホンのカメラには二人のおまわりさんと管理人さんが映っていた。口元が動いている。きっと私を連れ戻そうとしているんだ。やだ、このままなんてまだ終わってほしくないのに。先生、先生、話さなきゃ終われないよ。先生、風邪ひくよ。先生、警察来た。うん。外のパトカー見てたよ。思ったより早かったね、警察。時間切れってことだね。先生、私まだ。じゃあ逃げちゃおうか。まったく、こんなに濡れちゃって。先生もじゃん。そうだね。先生、私やっぱり行くよ。先生は待ってて。私がちゃんと先生のこと説明するから、きっと。気持ちだけ受け取っておく。ありがとう。いい？はっきり言っておくけど、この後私も警察に行く。未成年略取ってやつだね。それが私の責任だから、君とはもう会えなくなる。先生、そんな悪いのは私なのに。先生は私を助けてくれたのに。社会っていうのは感情で動いてはくれないよ。ちゃんと法治国家なんだよ。いくら教師だって言っても、親にも警察にも連絡せず子供をうちにかくまうっていうことはちゃんと悪いことなんだ。違う。でも違わない。社会にいる以上、大人としての責任の取り方がある。ん？橘なら分かってくれるよね。私はこの後君を警察に預けて、警察とゆっくり話してくるよ。当然
大人としてやらなきゃいけないこともいろいろ出てくる。ごめんなさい。さて、最後かもしれないから私の自分語りに付き合ってよ。そこ座ろう。うん。私さ、もともと学校の先生なんて向いてなかったんだ。え？うちは中高一貫で、まあいわゆる勉強が第一の進学校でしょ。だから美術家の私はさ、画家になりたいとか美大に行きたいとか、まあそんな夢を諦めるように説得することも仕事になってた。うん。美術の道の辛さっていうのは身をもって話せたからね。担任になったらその傾向はより顕著になったんだよ。担任の先生っていうのは平等でなきゃいけないから余計にね。でも私は助けられたと思った。雨の中にいる橘を見た時、私はそれが自分だって思った。前に私が家出した時のこと話したでしょ。もしあの時に寄り添ってくれる人がいて、私が素直になれてたら何か変わってたのかなって。私は自分勝手な思いを橘に重ねてただけなんだ。関係ないよ。だって私は私のために橘をかくまった。それが一番ダメなことだったんだよ。教師として大人として人間として。私は救われた。私個人としては橘に救われたって思ってもらって嬉しかった。だからさ、これから何が起きても。だから先生、私の気持ちまでなかったことにしないで、勝手に完結しないで。私が救われたのも、私が先生に罪を背負わせたのも、先生のことが好きなのも全部嘘じゃない。だから終わりにしたくない。私が選んだこと、私も望んだことなんだ。だから終わりにしなきゃダメなんだよ。わかんないよ。だって私たちが決めることじゃないの。先生。さっきの返事だけどさ、私は大人として橘の気持ちには応えられない。それに橘の気持ちはやっぱり恋じゃないと思う。それはいつか橘にもわかる日が来る。私個人としては橘のことは嫌いじゃないけど、いやざれ言だね。私の立場では橘の気持ちは受け止められないよ。橘は愛されてきた子供だよ。それに気づけるのはもっと先だと思うけど、経験上私が保証する。薫って嘘つくのが下手なのに強がってカッコつけるから。だからこそこじらせて手遅れになる前に
話せるうちに話しといた方がいい。わかんない。わかんないよ、そんなの。辛いこと、苦しいことたくさんあるだろうけど、まあ最後はカーッと飲み干しちゃえばいい。無理だよ、私。大丈夫だよ。先生の手、あったかい。今は無理でもいいんだよ。思春期中学生。ムカつく。やっぱ立花って髪色銀にしても似合いそうだね。何それ。今言うこと？ほら、ギュッとしてあげる。泣きたい時には泣いていいんだよ。うん、もう大丈夫だから。私警察のとこ行くよ。わかった。薫に任せる。ありがとう先生。大好き、ずっと。この後、私たちは連れ添う形で交番に行った。そして担任と生徒として会うことは二度となかった。両親とも当然いろいろあったけど、それはまた別のお話。担任が変わったのは2学期になってからだった。学校では事件だのなんだのたくさん噂が流れたけど、私がずっとだんまりだったせいか、いずれ忘れられていった。その半年後、私も学校を去った。もともと学校の人たちに興味はなかったから未練はなかった。半年後、中高一貫の私立女子校に通っていたにもかかわらず、私は中3で卒業し、私立青波第一高校へ進学することになった。家出騒動が原因ってわけじゃない。いろいろ考えて私が自分の意思で決めたことだ。あの時先生は私の気持ちが恋じゃないって言い切った。でもやっぱり私の気持ちは嘘じゃない。この気持ちは紛れもなく恋で、今も変わらず続いている。それから1年経って再会した先生と私との間に紆余曲折はあったんだけど、結局今はねえ先生、今日も振られに来たよ。先に言うことないんじゃない？それ高度な駆け引き。それよりタバコ吸ってきたでしょ。
禁煙するんじゃなかったの？考え直した。我慢しない方が健康にはいいんだよ。子供にはまだわからない話。わかるよ。気楽が一番。知った風な口聞いてさ。これが成長。よく言う。変わったのは見た目だけでしょ。ま、その髪似合ってるからいいけどさ。ありがとう。じゃ、食べに行こうか。パンケーキ。靴見るんじゃなかったの？じゃあ両方にしよう。先生、私今でもあの時のままだよね。本音はさ、嘘つくのが下手なまま。